こんにちは、アカーシャです。もし私たちが死なない、不滅の存在だとしたら、法華経には仏が説法を始めようとした瞬間、5000人もの人々が席を立って帰ってしまったという有名な場面があります。なぜ彼らは帰ってしまったのでしょうか。彼らは自分たちこそが真理を知っていると考えていました。だから、これから語られる教えを聞く必要はないと思ったのです。自分はもう分かっている。自分には関係ない。そう思い込んでしまった状態です。仏は彼らを引き止めませんでした。むしろ、これで本当の話ができる。と言わんばかりに、残った謙虚な心を持つ者たちに向けて、法華経の核心を語り始めるのです。これは現代を生きる私たちにも向けられたメッセージでもあります。エゴや特権意識に縛られた者や、自分はもう知っている、もう分かってる、とおごる者には、宇宙の真の調和は語られないという精神的な選別を象徴しているのです。そして仏が語った法華経に隠された宇宙の秘密とは何なのでしょうか。今回はその秘密について、思想家松井徹氏の著作「命極みなし」をもとに一緒に見ていきたいと思います。第一章、宇宙は一本の大木だった。法華経が語ろうとしている宇宙とはどのようなものなのでしょうか。ズバリ結論から言います。宇宙は一本の大木のようなものだということです。あなたも宇宙全体を一本の巨大な大木だと考えイメージしてみてください。その幹は大宇宙そのものです。そして幹から伸びる大きな枝は銀河系やアンドロメダ星雲、さらに枝分かれした小枝の先に私たち一人一人が存在しています。春になれば若々しい花が咲きます。やがて秋になれば葉は色づき、風に吹かれて地面へ落ちていきます。私たちは普段その花や葉の方を見ています。生まれ、成長し、老いて死ぬ。人生とはそういうものだと思っています。しかし大木全体から見れば話は全く違ってきます。花が散っても木の命は終わりません。葉が落ちても木の命は失われません。春になればまた新しい芽が生まれます。私たちは風に舞う一枚の葉を見て命が終わったと思います。けれど大木から見れば命はずっと流れ続けているのです。人間の苦しみの多くは自分を葉だと思い込んでいるところから始まるのかもしれません。いつか散る、いつか失う、いつか消える、そう考えるから恐ろしくなる。しかしもし自分の本当の姿が葉ではなく宇宙という一本の大木そのものだとしたら、見える景色は全く変わってきますよね。銀河系もアンドロメダ星雲も、そしてあなた自身も、実は同じ一本の木の命を分かち合っているのです。第2章、5000人が帰ってしまった本当の理由。動画の冒頭でも語った通り、法華経も説法が始まる直前、5000人もの人々が席を立って帰ってしまったという話があります。法華経では、帰った人々を増上慢と呼びます。自分はもう十分に知っている。自分はもう理解している。そう思い込み、新しい真理を受け入れられなくなった状態です。しかし、本当は彼らは拒絶したかったのかもしれません。拒絶したかったものは宇宙は一体であるという思想。もし宇宙が一本の大木なら、学歴や職業、収入や国籍、肩書きや身分など、社会的な立場の違いは本質的な違いではなくなります。さらに人間だけが特別ということすらありません。動物も植物も、そして私たち自身も同じだからです。けれど、大木の上についた葉同士が自分の方が偉いと言い争っているようなものだとしたらどうでしょう。5000人が席を立った理由はまさにそこにあるのかもしれません。彼らが拒絶したのは人間のものの見方を根底から変えてしまう革命的な思想だったのです。第3章スペクタクル映像による説法。このような壮大な思想ですから伝え方もユニークです。法華経には現代人から見ると信じられないような描写が数多く登場します。空中に現れる巨大な多宝塔、天から降り注ぐ花々、無数の菩薩たち、そして56億7000万年後に現れるという弥勒菩薩。
普通に読めば、そんなわけないでしょうと思えるような空想物語のようにも見える荘厳な描写です。しかし、これは奇跡の物語ではなく、宇宙の真理を伝えるための壮大な映像表現なのです。例えば、現代の私たちも言葉だけでは伝わらない内容を映画やアニメーションで表現しますよね。宇宙の誕生や生命の進化、遠い未来の世界など、そうしたものは映像化されることで初めて理解できることがあります。法華経も同じだというのです。そこに描かれている超現実的な光景は、文字通り受け取るべきものではなく、宇宙そのものを理解するために用意された巨大なビジョンなのです。法華経に登場する仏の力も単なる奇跡ではありません。仏とは、いわば宇宙の全データを把握した存在、宇宙の始まりから終わりまでを見通す巨大な知性であるというのです。その知性が見せる宇宙規模のシミュレーション、その壮大な舞台の上で、法華経は大切な真理を伝えようとしているのです。宇宙は一体である。その思想を理屈ではなく体験として伝えるために、第四章永遠の命の暗号。法華経の中には、現代人が読むと驚くような場面があります。薬王菩薩が自らの身を焼いて供養するという物語です。ここに深い象徴が隠されているという説があります。焼かれているのは肉体ではない、エゴなのだと。私たちは普段、自分の考えや立場、欲望や執着を自分自身だと思っています。しかし法華経が見つめているのは、もっと大きな命です。そこで薬王菩薩は小さな自分を焼き尽くす。宇宙と自分を隔てている境界線を焼き尽くす。そう読むことができるのです。実は世界中の神話にもこれとよく似た存在が登場します。不死鳥、フェニックスです。フェニックスは炎の中で灰となり、その灰の中から再び蘇ると言われています。死んで終わるのではありません。古い自分を脱ぎ捨て、新しい存在として生まれ変わるのです。薬王菩薩の物語もまさに同じことを語っているように見えます。中世ヨーロッパの錬金術にも同じ見方ができます。錬金術というと、鉛を黄金に変える不思議な技術。しかし一部の研究者は、精神的な修行や悟りのプロセスを隠すための暗号だったのではないかと考えています。鉛はエゴや執着に縛られた不完全な人間。黄金は宇宙と一体化した完成された生命。そう考えると、錬金術師が野の火で不純物を焼き尽くす姿は、薬王菩薩が修行という炎によって小さな自我を焼き尽くす姿と重なって見えてきます。さらに錬金術師たちは賢者の石と呼ばれる伝説の宝を追い求めました。それは不老不死をもたらす石だと言われています。しかしその正体もまた物質ではなく、宇宙は一体であるという真理そのものを表していたのかもしれません。薬王菩薩もフェニックスも錬金術師たちも皆異なる登場人物や異なるアイテムを使って同じ真理を語っていたのかもしれません。死とは終わりではない。小さな自分からより大きな生命へと変わっていくこと。法華経はその変容の物語を語っているのかもしれません。第5章、命に終わりはない。ここまで見てきたように、法華経が語る世界では、私たちは孤立した存在ではありません。宇宙という一本の大木の一部であり、その命を共有しています。では、私たちが普段考えている死とは、一体何なのでしょうか。一枚の葉が落ちる。一輪の花が散る。それは確かに終わりです。しかし木そのものの命は終わっていません。春になれば、また新しい芽が生まれます。私たちが恐れている死もそれに似ています。私たちは肉体を自分自身だと思っています。だから老いを恐れ、病を恐れ、死を恐れる。しかしもし自分の本当の姿が肉体ではなく、宇宙という大きな生命そのものだとしたら、見える景色は大きく変わります。個人としての私はいつか消えていくかもしれません。けれど生命そのものは消えていない。大木の命は今も流れ続けています。だから法華経において仏は、私は昔から存在しているといった不思議な表現を使うのです。それは
個人の不死を語っているのではありません。命そのものの連続性を語っている。宇宙生命の視点から見れば、生と死、誕生と消滅、成功と失敗、そうしたものさえ大きな流れの中の一場面に過ぎないのかもしれません。命には限界がない。命には終わりがない。私たちは宇宙の中に生きているのではなく、宇宙そのものの命を今この瞬間、それぞれの形で表現しているのです。エピローグ。あなたは宇宙そのもの。法華経に隠された宇宙最大の秘密。それは人間も動物も植物も、そして星々さえ、本来は一つの生命の現れである。その事実に気づくことでした。私たちは普段自分を小さな葉だと思っています。だから不安になり、孤独になり、失うことを恐れます。けれど、法華経が語るのは、葉ではなく大木の方を見よというメッセージです。あなたは宇宙の中に取り残された存在ではない。最初から宇宙の一部であり、宇宙そのものでもある。大事なのは、最初からつながっていたことを思い出すこと。本来の自分を思い出すことです。法華経は2000年もの昔からそのことを語り続けていたのかもしれません。そして松井徹氏の命極みなしは、その壮大なメッセージを現代の私たちにもわかる言葉で伝えようとした作品なのです。命に極みなし。あなたという命もまた宇宙の永遠の流れの中にあるのです。もし今回の話が少しでも心に残った方は、チャンネル登録をして次の動画も受け取ってください。ではまた次の記録でお会いしましょう。